こんにちは、ジパング55のタカです。今私は札幌すすきのに来ています。北海道の中心、札幌の中でも繁華街として有名な場所です。今回はすすきのにある星野リゾートオモすすきのとおすすめ飲食店をご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。オモすすきのはすすきの駅から徒歩で6分ほどの距離にあり、アクセスしやすい位置にあります。札幌駅からすすきの駅は電車で3分ほどです。トータル20分ほどあれば着けると思います。こちらがオモすすきのです。正面も開放感がありますね。オモシリーズはリーズナブルな価格帯の宿泊しやすいホテルブランドです。オモの後に数字も記載されており、どのようなサービスが受けられるかわかるようになっています。オモすすきのは前回ご紹介したオモ浅草と同じカテゴリー3に分類されます。簡易的な宿泊施設ですね。ロビーは広々しており、オモ名物のカフェテリアやご近所マップがありました。すすきのの名店の看板なども飾ってありました。奥のカフェテリアは席数が多く、一度にたくさんの方が利用できそうです。時間帯によって少し商品ラインナップが異なりますが、パンやお菓子、飲み物などが用意されています。パンは地元のおすすめを用意してくれています。オモはどのホテルも地元のお店や名物を用意してくれているので嬉しいですね。部屋にお水はないので自分で汲んで部屋に持っていくスタイルでした。ジュースはコンビニで販売している定番からトウキビ茶など北海道らしい飲み物も販売していますね。コーヒーマシーンもあり、美味しいコーヒーが飲めそうです。隣にはハイボールと札幌ビールのサーバーがありました。トースターもあるのでパンも温められるのが嬉しいですね。品物はセルフレジでキャッシュレスのみで購入が可能です。商品も画像から選ぶので分かりやすいですね。オモ名物のご近所マップもあります。オモ近くにあるお店を紹介しています。すすきのにある名店が多く紹介されており、どこにしようか悩んでしまいますね。それでは夜のすすきのに繰り出し、名店をいくつかご紹介したいと思います。すすきのは日本の中でも有数の繁華街として有名です。一番最初にご紹介するのはラーメンのすみれです。複数店舗ありますが、すすきの店は駅から徒歩1分ほどの場所にあります。すみれはカップラーメンで販売していることもあり、全国的に有名なラーメン店です。すすきの店はビルの一角にありましたが、行列ができるほど並んでいました。事前に食券機でチケットを購入します。クレジットカードも対応しているので、現金がなくても利用可能です。ベーシックは味噌ラーメンですが、他にも醤油や塩などもありました。店内は基本カウンター席で、20人ほど入ったらいっぱいになる広さでした。私は18時過ぎに訪れたのですが、30分ほど並んで入店しました。私がお店を出る時に列は伸びていたので、お昼、夕食タイミングでは混むかもしれませんね。店内は常に忙しそうな雰囲気でした。有名人の色紙も多く飾ってありました。こちらが味噌ラーメンです。今回は特にトッピングもせず、シンプルなものにしました。麺もコシがあり、スープも濃厚でとても美味しかったです。結構熱々で気をつけないと舌をやけどしそうでした。寒い時期などはより美味しさを感じれるかもしれませんね。北海道は有名なラーメン店が多いです。新千歳空港の動画でも紹介しましたが、空港内にラーメン道場という場所があり、各地のラーメンを食べることができます。ぜひ自分好みのラーメンを見つけてみてください。続いてご紹介するのは夜空のジンギスカンです。札幌市内にも数店舗ありますが、今回はすすきの交差点前の店舗を訪れました。
北海道はジンギスカンも有名で人気のお店です。休日は大変混み合うので予約することをお勧めします。カウンターのような席もあり、人を気にせず食事ができそうです。ジンギスカンはラム肉やマトン肉を鉄鍋で焼いて食べます。どれも美味しそうなお肉ですね。4500円で食べ飲み放題のメニューもありました。ドリンクは日本酒やワインもあり、種類は豊富ですね。味付けジンギスカンと味噌ジンギスカンの2種類を注文しました。ビールとハイボールも注文しました。ジンギスカンは鉄鍋の盛り上がっている上部で焼き、流れ落ちた油で下にある野菜を蒸し焼きにしていきます。私もジンギスカンをよく食べるわけではないので、うまく焼けているのか分かりませんでした。雰囲気で焼いていたら美味しく焼けたように思います。お肉はとても美味しかったです。牛肉よりも脂がないのでさっぱりしていて食べやすいですね。最近はヘルシー料理としても有名だそうです。野菜も肉の脂で美味しく焼けていました。このお店は地元の方もおすすめしていました。近所にあれば私も通いたいですね。数皿で量もあるので、個人的には食べ放題じゃなくても十分満足できそうでした。お酒をたくさん飲まれる方は飲み放題をつけた方がいいかもしれませんね。北海道に来たらぜひ食べてみてください。続いてご紹介するのは夜パフェ専門店七釜堂です。近年札幌では締めにパフェを食べるという文化が醸成され始めているらしく、ここもパフェの専門店です。すすきの駅から徒歩2分なのでかなり近いですね。雑居ビルのような場所にあるので少し分かりにくいかもしれません。10分ほど並んでから店内に入りました。店内はこじんまりしており、15名から16名程度で満席になる広さでした。メニューは撮影禁止だったのでご紹介できませんが、いろんなタイプのパフェが用意されていました。ドリンクもいろいろありましたが、日本酒もあり、パフェと合わせて飲めるようになっていました。日本酒自体はとても飲みやすく、美味しかったです。私も初めての組み合わせでしたが、意外に甘いものと合い、夜に日本酒とパフェもいいかもしれません。パフェ店ですが、少し高級感のある作りでした。パフェにもよりますが、値段も2000円から4000円ほどしたので、少しお高めですね。こちらが注文したシャインマスカットのパフェです。ふんだんにシャインマスカットを使用しており、とても美味しそうですね。私はブドウと小豆と金魚鉢というパフェを注文しました。パフェの中ほどに金魚がおり、可愛らしいですね。まるで水槽の中を泳いでいるようでした。パフェの上には砂糖菓子のようなものがかぶさっており、アイスともあってとても美味しかったです。パフェは見た目と美味しさ重視のため、とても食べにくかったです。メニューにも食べにくいですと記載がありました。後半はうまく混ぜながら食べることができました。パフェの中でも値段が高めなので、人によってはコスパが悪いと思うかもしれません。個人的には季節に合ったフルーツも使用していたので美味しかったです。気になる方は訪れてみてください。それではオモススキノに戻りたいと思います。オモススキノのチェックインはほぼタブレットで内容を確認し、簡単に手続きができました。スムーズなのでとても早かったですね。アメニティは自身で部屋に持っていくスタイルでした。お茶などのアメニティも自分で持っていくのは珍しいですね。先ほどご紹介したカフェテリアは夜仕様になっていました。トウキビを焼いて食べれるようにもなっていました。毎晩開催しているようですね。焼きたてのトウモロコシが食べれるのは嬉しいですね。トウキビのお菓子も置いてありました。北海道名物をこういった形で堪能できるのは嬉しいですね。オモススキノでも夜パフェをやっていました。観光で疲れたらここでデザートを食べてもよかったかもしれませんね。おつまみなども販売していました。オモススキノは13階建てです。2階にはランドリールームもあるので長期滞在もできそうですね。アベロという軽く飲みながら
すすきのの街を紹介してくれるイベントも実施しているみたいです。部屋数は多く、ビジネスホテルのように簡易的な作りです。それでは早速中に入ってみましょう。こちらがお部屋です。部屋は少し狭めですね。繁華街で夜も外にいることが多いので十分です。ケトルや作業台もありました。簡単な机もあり、作業もできそうですね。冷蔵庫は小さめですが、ペットボトル数本は入りそうでした。ただ冷凍庫がなかったので、アイスなどは冷やせなさそうです。ベッドはダブルベッドでした。枕元に部屋のスイッチと充電する場所もあり、便利ですね。洗面台とトイレは一緒になっているタイプでした。洗面台にはバスタオルやハンドソープなどがありますね。サロニアのドライヤーもありました。シャワーは新しめで、上部と手持ち、また横から出るタイプでした。横から出るシャワーは珍しいですね。スリッパや消臭スプレーなどもありました。空気清浄機もあり、嬉しいですね。テレビは固定化しており、動かすことなどはできませんでした。今回はこちらのお部屋で1泊します。土日の宿泊、素泊まりで、1人9350円でした。部屋の中は通常のビジネスホテルといった感じですね。ただおもらしいサービスも多くありました。ご近所マップをはじめ、先ほどご紹介したアベロミーティング、すすきの開拓ツアーなどを開催していました。スタッフが同行してすすきの街を案内してくれるらしいです。定員が少なめで、20時までに予約が必要なので、注意が必要です。こういったサービスで、よりすすきのの街を知るのも楽しそうですね。それでは、今日は休みたいと思います。おはようございます。早速朝食を食べに来ました。美味しそうなパンが並んでいます。菓子パンやクロワッサン、カレーパン、おにぎりなどがありますね。スコーンやちょっとしたお菓子なども置いてありました。ヨーグルトやプリン、北海道牛乳なども販売していますね。昼間もありましたが、ラベンダーやトウキビなどのお茶もありました。今回はドーナツとカレーパン、コンビニで購入したメロンにしました。パンはどれも美味しく、温めることができるので、良かったです。カフェテリアがロビーの横にあったので、チェックアウトのお客さんで、少し世話しなかったです。ただパンも美味しく、お手頃価格なので、ここで気軽に朝食を済ませるのもいいかもしれません。それでは今回のオモすすきのとすすきのにあるおすすめ店、いかがだったでしょうか。オモすすきのはすすきのにアクセスが良く、観光に便利な立地でしたね。すすきのの街は美味しいお店が多く、紹介しきれませんが、ディープなすすきのを楽しんでみるのもいいかもしれませんね。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。